ついにガンダムシードフリーダムが公開されましたが、皆様はもうご覧になりましたでしょうか。私がこの映画を一言で表すと、やばかった。ほんといろんな意味でやばかったです。ご視力皆無な表現だと思うのですが、なぜやばいなどという一言に収まるのかというと、一番驚いたのが PV からはとても予想できない展開の連続。2時間弱の長編だというのに、見ていてだれない作りなんですよね。いや本当に良かったと思います。ということで今回はそんな劇場版機動戦士ガンダムシードフリーダムのレビューをさせていただきたいと思います。といっても今日は公開初日、まだ見るのはこれからだという方も多くいらっしゃると思うので、ネタバレは控えつつ、本動画では次の内容を中心にお話ししていきたいと思います。1、はじめにお伝えしたいこと。2、モビルスーツ戦闘の演出。3、キャラクターたちの魅力。4、作品全体の流れやテンポ。5、個人的総評。このような順で進めさせていただきます。それでは早速いってみましょう。まずはじめに、まだ見ていない方に一言言わせてください。本作は今すぐ劇場で見た方がいいです。特にシードシリーズを見ていた方は今すぐ見ましょう。なぜこんなに今すぐというかというと、本作は良い意味で期待を裏切ってくれる作品だと思うからです。例えば PV ではアスランが全天周囲モニタの機体に乗っているシーンがありました。全天周囲モニタといえばライジングフリーダムやイモータルジャスティスなので、ここから真の機体と交換するのかなとか、単独行動しているシーンなのかなとか、この険しい表情は何か真と喧嘩でもした後かなとか、いろいろ想像できたわけですが、ところがどっこい、このシーン事前のネタバレ情報なしで見るのか、ネタバレ情報ありで見るのかで全く見方が変わります。すでに映画を見た方はご存知だと思いますが、 PV からはとても予想できないとんでもない展開がここから待っていましたね。例としてアスランのシーンを取り上げてみましたが、本作の展開は PV だけでは全く想像ができないものになっています。不沈艦アークエンジェルがどのように戦っていくのか、キラたちが何とどう戦っていくのか、キラの赤目の意味は何だったのか、オルフェたちコーディネーターを超える種とは一体何なのか、これをネタバレ情報ありで見ると、あ、まあそういうことねって感じの見方になりますが、ネタバレ情報なしで見ると、そんなのありかと言わんばかりの展開の連続です。なのでこれからご覧になる皆様、ネタバレ踏まないのが難しい今のネット社会なので、見たくなくても目に入るネタバレを知ってしまう前に、できるだけ早く劇場で見るのをおすすめします。2、モビルスーツ戦闘の演出。ガンダムといえばモビルスーツの戦闘演出がどれだけかっこいいか、これ非常に重要なポイントだと思うのですが、いかがでしょうか。私はもともと巨大ロボットが高速戦闘を繰り広げる姿がかっこよくてガンダムにハマった一人なので、ストーリーや各人物たちの掛け合いというよりも、モビルスーツ戦闘がかっこよければそれでいいという考えが強いところがあるのですが、その点で言うと本作の戦闘演出に関する個人的な評価は、 CG による次世代の高速戦闘を見ることができたという印象を受けました。 CG での戦闘演出といえば、先行のハサウェイやククルス・ドアンの島でも見られましたが、どうしても限界を感じたんですよね。宇宙世紀とシード系の動きはちょっと系統が違うところはありますが、特にククルス・ドアンの島だとなかなかもっさり感が否めないというか、ロボットというよりかは人間臭い印象がありました。しかし本作の戦闘シーンはとにかく目にも止まらぬ速さでの激闘の連続。瞬き一つしていたら展開に追いつけなくなる、そんな気持ちにさせる高速スピードアクションになっています。部分的にアニメ作画で描かれているシーンがあったりするのと、過去作のバンクシーンが CG で帰ってきていたりするのですが、これがまたうまく描かれているのも良かったですね。例えば私がシードシリーズの表現ですごく好きなのが、モビルスーツがアップになる瞬間、目が鋭く尖って突っ込んでくるところなんですけど、こういったところもうまく描かれていて、敵を絶対に破壊するというモビルスーツの力強さのようなものを感じさせてくれます。さらにどの機体も見どころが多いので、どの機体もそれぞれの活躍をしてくれるし、ブラックナイトもその強さが際立っているので、キラたちと対等以上に戦える強力な敵ということがすごく伝わってきて、緊迫感のある戦いになったのが良かったと思いました。3、キャラクターたちの魅力。キャラに関してはファンの期待を裏切らないという印象を受けました。
他にも感じておられる方もいらっしゃるかもしれませんが、私はシードデスティニーの最後は消化不良で終わっていました。キラが無双しすぎて敵が敵になっていないんじゃないかとか、真の終盤の心理描写が少ないのでどうしても報われたとは思えないとか、いろいろ思うところがあったわけです。実際スパロボシリーズではキラが他のキャラから叩かれる様子が描かれたりとかもしているので、相当ファンのフラストレーションがあるからそういうシーンが作られたりしているんじゃないかなと思います。しかし本作では過去作のモヤモヤを全部吹き飛ばしてくれたという感じがします。各種インタビューで今回キラはかなり叩かれるということが明かされていましたが、まあほんと見事に叩かれますね。でも本作のキラは20歳だから、それ20歳で戦いに明け暮れる生活を送っていたら病んでしまうよねっていう気持ちになりました。しかしそれをどうやって乗り越えていくのかというのをうまく描いてくれていたのが良かったですね。そしてキラだけではありません。シンもどのように成長したのか分かりやすく描かれていて、特にシンは本当は明るくて素直な子なのに家族を失って心を閉ざすしかなかった。でも戦っても戦っても心が満たされなくて、どうすればこの苦しみから解放されるのか分からなかった。そういう前提がある人物だからこそ、今作ではキラと共に戦う決心をして本来の明るさを取り戻しているというのが分かりやすく描かれているのではないでしょうか。やんちゃなところはあるけど自分らしくまっすぐ成長しているという様子がすごく伝わってきました。シンは今回最後までしっかり活躍してくれますし、それでいて終盤はお前それ言っちゃうのかよみたいなセリフとかもあったりするので、聞いた瞬間クスッってなるのは間違いないと思います。そしてキラやシン以外も短い映画の時間の中でよくこれだけ上手に詰め込んでいるなと感じる演出になっていました。個人的に一押しなのがミレニアムの艦長アレクセイ・コノエと技術責任者のアルバート・ハインライン。アレクセイはぶっちゃけ映画を見るまでなんかアーサーにも似ている気がするモブっぽい艦長に見えるなとか思っていましたが、全然そんなことはありませんでしたね。大塚芳忠さんが演じるアレクセイはキレッキレの頭脳を持った艦長という感じで行動力の高さが魅力的なキャラでした。アルバートも活躍が素晴らしかったです。技術者なので黒子的なポジションということで登場シーンがそんなに多いわけではないんですが、いかに有能なのかがよくわかります。それ以外のキャラも魅力的なキャラがほとんどでしたね。短いシーンしか登場していなくても印象に残る演出が豊富なので、ほとんどのキャラが際立っているのがとても良いと思いました。4、作品全体の流れやテンポ。テンポはめちゃくちゃ速いと思います。とにかく2時間弱で凝縮されているので物語の展開が非常に速い。正直ポップコーン食べている余裕はなかったです。戦闘シーンはこれでもかというくらいたくさんありますし、かといって人物たちの描写も凝縮されているので一瞬でも見逃してしまうと後で映画の感想を語り合った時にあれそんなキャラいたっけ、そんなシーンあったっけということになると思います。ちなみに私事前情報で監督から明かされていたカズイ・バスカーク見つけられませんでした。もう一度見に行った時に確認し直していきます。5、個人的総評。まとめますと、モビルスーツの高速戦闘が好きな人にはたまらないと思います。そして過去作のキャラができるだけ多く登場していたりオマージュが随所に見られるのでお祭り的な要素が多く、シードシリーズが好きな人にはクスッと笑えるポイントが多いところもおすすめです。ちなみにネットでいろいろ意見が見られる女性キャラの唇分厚くないかという点ですが、個人的には映像で見ている分には特に気になりませんでした。これは私の予想になりますが、日本では目は口ほどに物を言うということわざがあるように目で感情を表すと言いますが、欧米などでは目ではなく口が感情を表すと言われているので、海外展開も視野に入れて口元を強調しているんじゃないかなと思いました。ということで以上、劇場版ガンダムシードフリーダムのレビューでした。まだの方はネタバレを踏む前にできるだけ早く映画館で見てはいかがでしょうか。ストーリーやモビルスーツなどに関してはいろいろ突っ込みたいところはあるのですが、それはネタバレを含むためまた後日レビューさせていただきたいと思います。ぜひ皆様の感想もコメントで教えていただけたら嬉しいです。でもまだネタバレ内容を書くのは控えめにお願いしますね。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、
もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。